で、使うキッチンなんですけど、リユースです。リユースです。これね、トイレについていた手洗い場のところです。これもね、ちょっとこの部品は訳ありで斜めにしてますが、トイレについていた部品をキッチンの方にね、回したいと思います。では、仮付けしていきます。簡単に置いただけなんですけど、こんな感じで。あとね、水平取っていきます。その前に水道管。ここからね、U ターンするんで、もうこの辺で切っておきたいと思います。だいたい想像しているような感じについてきました。トイレについていた洗面台。これをね、こんな感じでつけてます。バスの床が斜めなんでね、ちょっとこれを水平にするのにね、ちょっと手間取っていますが、だいたいこんな感じで完成を想像しています。足元もね、水平じゃないと車検が通らないんですよね。そういう規定がありますんで。床もね、だいぶ斜めなんで、調理をする足元。ここもね、この洗面台と同じように水平にね、していきたいと思います。はい、じゃあ床が斜めなんでね、ここの木を切っていこうと思います。斜めなんでね、このラインはまっすぐで、ここのラインですね。このラインをこんな斜めに落としていきたいと思います。じゃあちょっとね、このまま木かましたまま安定してるんでね、このまま切っていきます。ではこちらも。では次、ここをね、斜めに切っていきます。今ちょっと斜めに毛がえてきました。見えます。これだけ。これが切れるようになれば職人技ですね。挑戦してみます。あんまりダメだったらね、おもちゃみたいなカンナもあるんで、これできっちり斜めに切っていきたいと思います。だいたいこんな感じで、ここはね、もうカンナで削っていきます。まあだいたい完成です。はい、2つ目切ります。2つ目切ります。やりにくい。いい感じに切れました。つけていきます。うまいこと寸法が合っていれば、いい感じ。これもちょっと動かせば、これがもう動かないですね。ちょっとね、カンナで整えていいように調整します。はい、真ん中の棒も取って切ったやつ、この奥とね、この手前のここにつけました。ここにあったね、支え木が取りました。それでも、はい、水平です。位置が決まったんでね、ここでも固定していきたいと思います。ではね、だいたい位置決めが決まったので、仮固定ということで、ボンド塗っていきます。ボンド塗ってね、それで固まってからビスで固定してね、乾くのに時間かかるんで、このボンドを塗って終わったら今日のね、バスいじりは終わりたいと思います。もう一箇所ね、もう一箇所、この奥、これを外して、この表面にね、こっちもボンド塗ります。翌日には乾くと思います。たっぷりつけてね。
それではね、中入れ込んでいきます。はい、こんな感じでね、入れ込みました。あとはこの真ん中の木抜きます。はい、これね、ボンド明日にはまた加工ができると思います。こちらもね、ボンドつけました。あとこの板の中間、これ洗面台の中なんですけど、この下にもね、この下材木を切って木が歪まないように補強したいと思います。ボンドが乾いてからになりますけど、明日の作業これをやっていきます。一応頭が出ないようにね、サラビスのようにちょっとドリルで頭を削ってます。木の中をね。はい、がっちりつきました。では補強する材木切っていきます。はい、切れました。この材木をね、ここに入れて、こことここにね、床まで貫通するような大きいボルト入れていこうと思います。まだね、これが角度が違うんでね、この角はカンナで削ってね、調整していきたいと思います。カンナで削るのはね、このぐらいだけなんで、こっちとこっちをね、こんな風に削っていきたいと思います。なるべく接地面積を大きくするために削ってます。ではね、反対側もちょっと一回合わせてみます。はい、だいたいこんな感じでね、まだここが高いんで、もうちょっと削っていきます。はい、だいたい削りました。こっちはね、いい感じなんですけど、反対側はね、こんな感じで、床がかなり歪んでるんでね、ちょっと調整難しいです。でもね、今日はもうヘトヘトに疲れたんで、いろいろね、こんなのバラバラにして、今日はもうこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。